んにちは、みえこです。今日はこのストライプの布を使ってシンプルなショルダーバッグを作りましたのでご紹介します。裏も表も同じ布を使ったので裏表使いますよ。そしてこの布は IKEA で買いました。皆さん IKEA お出かけになりますか？それでは作り方のご案内です。まずは裏と表に使うキルト綿です。続いてこれはショルダー紐のキルト綿です。次にこのサイズの布がたくさんあったのでこれを使います。これを順番に並べてキルト綿に縫います。順番にピースワークをしてこのように縫いますよ。そしてキルト綿に置いて全部縫います。キルト綿の端まで縫ってもよかったんですが今回は簡単に仕上げました。ですからキルト綿の端まで縫うともっと素敵な作品になりますよ。そして残りの部分ですがストライプの模様を利用して簡単に仕上げてあります。はい、キルトトップ完成ですがここからですよ。アプリケをします。この布に接着芯を接着します。残っているものを使ってくださいね。そしたら
接着芯と同じ大きさに布を折って針で留めます。そしてこのキルトトップの上に重ねて縫いましたよ。アップリケが苦手な時は大きな運針で縫ってもかわいい作品ができますよ。こんな感じにできました。裏面も一緒に作ってくださいね。それでですね、裏布を重ねますが、片方は 2.5 センチずつ縫い代つけて、もう反対のトップは入れ口だけ 2.5 センチの縫い代をつけてくださいね。そしたらこの布の線を利用してキルトします。はい、できました。そしたらポケットを作ります。返し口を開けてこのように縫います。そしたら表に返して簡単にステッチをしてカバンの裏側にミシンで縫います。このポケットをつけるときに返し口を同時に縫っているので、布の横に返し口を作るといいですよ。今度は余分な布をカットして仕立てますよ。キルト綿より多い布はここで切ってくださいね。そしたら表側と裏側このように合わせてミシンで縫います。続いて裏布をこのように折って布の端を隠します。そしてミシンで縫いますよ。
縫い終えたらカバンの入れ口をこのように折ってもう一度ミシンで縫います。今度はショルダー紐を作ります。ストライプの柄をちょっと変えてみたかったので、このように布を縫って作りました。キルト綿が二重になっているので、肩が痛くならない柔らかい紐ができますよ。カバンの入れ口にこのように縫います。どこにつけてもいいんですよ。縫い代のそばにつけました。はい、できました。入れ口にマグネットホックをつけて完成ですよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。